はーい、電吉クラブです。今回は日本の鉄道風景を塗り替えた小田急ロマンスカー3000型を N ゲージ鉄道模型で紹介します。小田急3000型ロマンスカーは登場時と改装後でかなり姿が違うので前編後編に分けて紹介したいと思います。1957年、昭和32年、それまでの鉄道の歴史を覆す新しい電車が登場しました。それは小田急3000型、後に SE 車とか初代ロマンスカーとか日本の高速電車の先駆けと呼ばれる電車です。当時、電車といえばごつくて揺れも走行音もひどく長距離乗車には向かないのが当たり前で、色も茶色一色という地味な存在でした。国鉄の40系や7273系と呼ばれた通勤電車たちがこの当時は山手線や中央線、京浜東北線など東京のど真ん中の線区で大活躍していた時代でした。木造車や前勤車などの車両が入り混じり、編成としてもデコボコで、お世辞にも格好良さとはかけ離れた存在でした。当時は長距離列車や優等列車は全て機関車牽引の客車が当たり前と思われていました。東海道線の客車特急つばめや鳩が明るい薄緑色の青大将と呼ばれる色になったのもわずか1年前の1956年でした。1950年にオレンジとグリーンのツートンカラーに塗られた80系湘南電車が登場していたとはいえ、その他の鉄道車両はといえば茶色くてごつくて角張った車両ばっかりだったんです。小田急の3000型はそんな時代に電車による高速運転を目指して乗り心地や走行装置、それに何といっても低重心で赤とグレーに白い帯という当時の人々の度肝を抜くスタイルで登場したのですから、日本中この電車の噂で持ちきりになりました。京浜東北線の7273系と並べてみましょう。この圧倒的なスタイルの違いですからね。現在、鉄道の世界では毎年その年度に登場した最も優秀な車両に贈られるブルーリボン賞がありますが、この3000系電車に何か賞を贈れないものかと鉄道友の会の皆さんが検討し、1958年から開始されたと言われています。小田急3000型 SE 車はその記念すべき第1回受賞者の栄誉に輝いています。N ゲージ鉄道模型は2006年にマイクロエースから発売されました。この時、僕の記憶では改装前、改装後がほとんど同時に発売されたので、金作に四苦八苦した思い出があります。前編では改装前の模型を見ながら実車の構造を紹介します。この電車には登場時に冷房装置の開発こそ間に合わなかったものの、次のような斬新な機能たちが惜しげもなく搭載されました。1、日本初の風洞実験が行われた流線形車体。2、高速運転に適した低重心を追求した車体。3、1グラムでも軽くを追求した軽量モノコックボディ。4、車両と車両の間に台車が来るカーブに強い連接車構造。5、空気バネ式の乗り心地を追求した台車。6、日本で初めて採用されたディスクブレーキ。7、シールドビームのヘッドライト。それに相まった鮮やかなカラーリングなどなど、速く走るための機能と電車の魅力をアピールする数々の洗練されたスタイルが光っていました。当時、ライバル関係にあったはずの国鉄も、これからの電車特急の時代を予測して開発に協力してくれたんだそうで、
戦時中に航空機開発に携わっていた研究者たちも国鉄には多くいて、モノコックボディには航空機の機体構造が応用されたんだそうです。さらにこの電車の高速テストは小田急線よりも直線の距離が長い東海道線を借りて行われ、1957年9月、小田原から東海道線に入線した3000型は大船平塚間で143キロ毎時、関並沼津間で145キロ毎時を達成して、当時の狭軌鉄道における世界最高速を記録しました。その時、列車に試乗していた新聞記者たちは揃って東京と大阪を結ぶ特急電車計画の見通しがついたと報道したとか。事実、この電車の成功ですぐにこの後、国鉄では151系電車が開発され、特急こだま号が東京・大阪間に登場しました。そしてその後の新幹線の開発につながったと言われています。ライバルの国鉄に声をかけた小田急も、そんな小田急の声かけに応じて協力した国鉄もとても素晴らしいですね。小田急にはこの電車以前にも新宿と小田原をノンストップで結ぶ特急電車として1900型、1700型、2300型などの特急電車が存在していました。皆それぞれに乗降扉を少なくしたクロスシート車で走る喫茶室を備えたり、外観は今一つながらロマンスカーという名前も登場し始めていました。しかしこれらの電車は一度特急車として登場しても、後継者に新しい特急車が現れると扉を増やしてロングシートに改造され、一般型電車に格下げされてしまう運命にありました。しかしこの3000型電車は開発される際に立ち席のお客さんを想定しない荷重で強度計算がされた結果、思い切った軽量化対策を実施できました。その結果、外装にはリードをつけた極薄の鉄板を使ったモノコックボディが採用されるなど、新しい技術がふんだんに投入されました。将来の格下げを想定しない画期的な発想で製作されたことも、このような特別な車両の誕生につながったんだと思います。いつの時代でも新しい発想というのは大切なんですね。3000型電車は8両編成が3編成準備され、新宿・小田原間ノンストップの箱根特急としてフル回転の活躍を始めます。紅茶メーカーとタイアップした走る喫茶室の異名も健在で、ロマンスシートにゆったり座って喫茶しながら箱根を目指すスタイルは当時のステータスにもなりました。特急専用車ゆえにあえて自動化を見送った手動の扉も、乗降時に日東レディの皆さんによる爽やかな笑顔と丁寧な挨拶、この電車の大成功に花を添えてくれました。また走行中に鳴らしていたミュージックホーンもこの電車を特徴的にしていたアイテムでした。国鉄に比べて小田急の運賃の安さもあって、ロマンスカー箱根特急は連日満席で、特に週末などには入手も難しいプラチナチケットとなっていました。チケットを買えないお客様のために、今まで箱根特急として使われてきた既存特急車の中から比較的スタイルの良かった2300型も準特急として箱根特急を保管することになりました。1959年に3000型第4編成が増備されたことで、箱根特急は全て3000型電車での運用になりました。それぞれの箱根特急にはそれぞれの愛称名が付けられ、芦ノ湖、初花、金時、明神、戦国、乙女など現在では馴染みのない愛称が多数存在していました。3000型電車の
大成功と1960年の箱根ロープウェイの完成で箱根登山電車、ケーブルカー、ロープウェイ、遊覧船の箱根ゴールデンルートの完成でさらなる箱根特急の増発と増員を迫られた小田急は後継者の新しい特急車である3100型 NSE を一気に4編成投入します。1963年に登場した3100型は運転席を2階に上げて展望席を設けたスタイルと11両編成の輸送力強化仕様になりました。この後も3000型は3000型以上の人気者になった3100型とコンビを組んで箱根特急の役割を負っていましたが、1967年にさらに NSE が3編成増強されて箱根特急は全列車を NSE が担当することになりました。これによりSE 車3000型は1965年から江ノ島線の特急江ノ島、1966年から途中停車駅向ヶ丘遊園と新松田に停車する相模、1967年からは新原町田に停車する足柄の運用へと移行していきました。そして1968年国鉄御殿場線の電化完成に伴い、それまで小田急が気動車による新宿御殿場直通運転を行っていた区間が電車化されることになり、3000型電車に新たな役割が誕生します。この時3000型 SE 車は8両編成から5両編成の単編成に改造され、外観も大きく変わることになるのですが、動画が長くなってしまいますので、そのお話は次回後編でさせていただきます。本日はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録や評価などしていただけるととても嬉しいです。またお目にかかりましょう。